こんにちは。今日はオリジナルのショールカーディガンを作っていきます。作り方は新しいんですが、構造はとてもシンプルです。まず長方形を編んで、その両端に鎖を編んで、その内側を袖にして、周りを身ごろにします。この構造を知ってもらうとあまり難しくありません。よかったら一緒に編んでみてください。その際は登録と高評価とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのニュアンスモヘア。カラーナンバーは9番。材質はアクリル 100%、25g で約102メートル。使用かぎ針の目安は4から6。これを今回2本一緒にして編んでいきます。で、私が持っているもので、他には白、ベージュ、赤、お好きな色で編んでみてください。針は2本一緒にして編んでいくので 8mm を使います。で、これはダイソーさんで買ったものです。これにも 8mm があるので気軽に変えていいかと思います。あとはマーカーととじ針を使います。で、この糸はこんな感じで太さは2.5 ミリぐらいに見えると思います。この糸を使って編んでいきます。途中で計画を少し変更しました。これは同じ種類の糸でカラーナンバー1番。最初ピンクで編んでいくんですが、途中で1本だけを白に変えて、その後に白2本で編んでいこうかと思っています。そうするとグラデーションになって可愛いと思います。白の糸を追加します。まず長方形を作っていきます。この長方形はこっちで見るとこの部分、この幅に少し余裕を持たせて、この幅がこの幅になります。で、目安として考えてみました。S サイズで35、M で40、L で45、LL で50センチ。私は今回この50センチで作ったんですが、だいぶ大きめの LL サイズになりました。なので普段着るサイズよりもちょっと小さめでスタートした方がいいかもしれません。編んでいくと編み地が伸びるので少し小さめの方がいいかと思います。で、模様編みをしていくのでちょうど好きなサイズにぴったりとは収まらないんですが、私は今回約50センチにしたくて鎖49。この鎖の数は8の倍数プラス1にします。8の倍数プラス1で好みのサイズに近づけます。多少違っていても大丈夫です。2本を一緒にして鎖を編んでいきます。この鎖の大きさは少しだけゆったりと編んでいきます。あまり緩すぎると後でちょっと伸びた感じになるので、少しだけゆったりと編んでいきます。このまま8の倍数プラス1の鎖を作っていきます。必要な数だけ鎖を編んでいきました。私は鎖49で編んでいくんですが、ここでは見やすいように小さく編んでいきます。
最後の鎖にマーカーをつけます。これはこれから編んでいく長方形のカードになります。1段目を編んでいきます。まず鎖4つ。1、2、3、4。マーカーのついた鎖に長編み。マーカーのついた鎖は針から1、2、3、4、5。表でも裏でも大丈夫です。私は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに長編み。これで鎖4つと長編み1つ。次は四角を作っていきます。足元2つ飛ばして3つ目。1、2、3。鎖。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。これで四角ができました。次は扇形。長編み4つの扇形を作ります。足元は2つ飛ばして3つ目。1、2、3。長編み。鎖。同じところに長編み。また鎖。同じところに長編み。鎖。同じところに長編み。これで長編み4つの扇形。鎖は間に3つ。この四角と扇形を繰り返していきます。次は四角。足元2つ飛ばして3つ目。鎖。足元1つ飛ばして2つ目。四角の次は扇形。1、2、3。次は四角。1、2、3。1、2。四角ができました。最後は扇形の半分。端には扇形のこの部分を作ります。最初は扇形のこの部分。この端の鎖に長編み
鎖長編み、足元は2つ飛ばして3つ目、これで1段目が終わりました。次は2段目、鎖3つ、1、2、3、裏返します。1段目は鎖4つで始めたんですが、2段目は鎖3つで、鎖の根元の隣、ここに長編み、これで鎖3つと長編み1つで、下の四角、ここに扇形、この扇形を作ります。この四角の中に針を入れて扇形、これで長編み4つの扇形、鎖は3つ、次は四角、1段目と同じように扇形と四角を繰り返します。次の四角はこの扇形のこことここ、ここに四角を作ります。長編み、鎖で長編み、四角ができました。こんな感じで編んでいきます。次また四角に扇形、で次また四角、扇形が終わったら、次はこのマーカーをつけていたこの鎖の下から4つ目、1、2、3、4、ここに長編みをします。これは長編みのすぐ隣、でもう一つ、今度はこのマーカーの隣から数えて1、2、3、この長編みのすぐ隣、これで2段目が終わりました。こっちもこの鎖3つは長編み1つの代わりで、長編み2本、長編み2本、1段目は扇形の半分、こっちも扇形の半分、次は1段目と同じ鎖4つ、
数段は鎖4つで始まります。偶数段は鎖3つ。鎖4つ編んだら裏返して1段目と同じ鎖の根元に長編み1つ。で、次は四角。こことここ。で、四角に扇形。今までと同じです。で、端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。今、四角を編んだところ、端には1段目と同じように扇形の半分。なので、この鎖3つに扇形の半分。下から数えて、1、2、3。ここに長編み、鎖、長編み。長編み、鎖、長編み。これで、こっちも扇形の半分、こっちも扇形の半分。次は、ここと同じ。鎖3つ。隣に長編み。で、四角に扇形。2段目と全く同じです。ここからはずっと同じように繰り返して編んでいきます。これを続けて何段編んでいくかについてですが、私はだいたい20センチにしようかと思っています。この長さは、この長さ、だいたい20センチぐらいにしようかと思っています。これは偶数段にします。偶数段にすることと、あと、この1段が意外と長さがあるので、ぴったりと好みの長さにはならないと思います。だいたいで20センチに近ければ大丈夫です。もうちょっと短くても長くても大丈夫です。で、好みの長さまで編んでいきます。8段編んできました。長さは伸ばして測って約20センチ。次はこの短い辺の角から鎖を編んでいきます。これを袖ぐりにします。で、ちょっとややこしいので一つ一つ進めていきます。まず一つ目にすることは、この短い辺からいくつ糸が出せるかを数えていきます。で、こっちは糸の出ている方。まず一つ目。一つ目はこの糸の出ているところ。1。二つ目はここ。この長編みの隣。1、2。三つ目はここ。この長編みと鎖の間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。ここからも糸を出します。なので奇数になると思います。で、2つ目にすることは、この今糸を出した数と
鎖の数を合わせていくつにするかを考えます。全部で8の倍数にします。模様編みをしていきたいので、これ1周で8の倍数、これ1周で8の倍数で、腕が通る袖ぐりの長さ、私は全部考えて1周で40になるようにしました。だいたい鎖40でどれぐらいの長さになるかを最初に編んだ鎖の数を見てで考えていきます。私はここからここまでで鎖40、この長さを測ってだいたい何センチぐらいになるかと推察していこうと思います。私はだいたい45ぐらい、45センチあるとゆったりした袖ぐりになると思うので、全部で40にしようかと思っています。1周で40にしてゆったりとした袖ぐりにします。40センチあればだいたい大丈夫です。で、小柄な方であればもう少し短くてもいいぐらいかと思います。実際に体に当ててみて合わせてみてください。で、この1周の数は8の倍数、私は40に決めたので、この短い辺から出る糸の数を引きます。40にしたいのでこの分を引いて、で23、鎖の数は23編むことになります。角から鎖を編んでいきます。まず1つ目で、1つ目にマーカーをつけておきます。で、大丈夫だと思うんですが、後でこの境目が分かりにくくなるので一応つけておきます。1、次は2つ目で、この時少しだけゆったりと編んでいきます。あまりゆったりではなくてほんのちょっとだけで、このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私の場合は鎖23、ねじれていないか確かめます。で、この角にマーカーをつけたところ、ここに引き抜きます。で、マーカーはつけたままにしておきます。これでつながりました。これが袖ぐりになります。つながったので鎖1つ、糸を切ります。反対側も同じように鎖を編んでいきます。編みやすいように1回結び目を作ります。で、角、糸を引き出して、ここから鎖を編んでいきます。まず1つ目で、また後で見分けにくくなるのでマーカー2、3、4、5と編んでいきます。鎖編みが終わったら端の鎖の下から3つ目引き抜きます。これでつながりました。また鎖1つ編むようにして糸を切ります。こ
これで両方とも出来上がりました。で、次に袖を編んでもいいんですが、ちょっとこの身ごろ部分を編んでいこうかと思っています。次は首に当たるところにマーカーをつけておきます。ここは編まないで、ここからここまでをぐるぐると編んでいきます。ここが真ん中で、ここから等間隔に離して扇形の真ん中で、細い糸で編んでいる場合にはすぐ隣の扇形ではなくて何個か離れるかもしれません。で、等間隔に離して長さは約9センチ、これぐらいで大丈夫だと思います。マーカーをつけた真ん中のスリットから編んでいきます。で、長編みをするのはここと次のスリットの上の鎖、こことここに長編みをします。まず長編みの代わりの鎖3つ、1、2、3、次はこのスリットの上の鎖、長編みをします。次はこの四角に扇形、今までと同じです。次は四角で、ここにも扇形、四角で、この四角のところまで編んでいきます。鎖の手前まで来ました。今四角を編んだところ、次はこの角に扇形、長編み4つの扇形、次からこの鎖の上に編んでいきます。次は四角、足元2つ飛ばして3つ目、四角を作ります。で、表でも裏でも大丈夫です。1つ飛ばして2つ目、これで四角、扇と四角、扇と四角、今までと同じように編んでいきます。次は扇形、1、2、3、で、次また四角で、ここまで編んでいきます。鎖の上に扇と四角を編んできました。次はこの角に扇形、長編み4つの扇形、ここにこれで長編み4つの扇形
で、次はこの四角に四角、ここと逆になっていきます。四角の上に四角、で、次また扇の上に扇、で、扇を編んで、次は四角の上に四角、逆さまになっていきます。こっちも。で、端まで同じです。ここでまた長編み4つの扇形で編んでいって、ここでまた長編み4つでマーカーのところまで編んでいきます。1周編んできました。角では長編み4つの扇形で、ここでは逆さまの扇形、また角で扇形で、鎖の上に編んでいって、角では扇形で、また順番に編んで、今はマーカーの手前の扇形、その次は長編み2つ、この真ん中のスリットに1つ、もう1つはこのスリットの上の鎖、ここと同じです。まずもう一つはスリット、真ん中のスリット、これで身ごろの1段目が終わりました。次は2段目、またここと同じように編んでいきます。今最後が長編み2つ、次は扇形の半分から始めます。まず鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。で、根元に長編み、これで扇形の半分ができました。次からまた下と逆、扇形に四角、四角に扇形で、ずっと逆に編んでいきます。ここでも同じで、ここまで編んでいきます。身ごろの2段目を編んできました。今四角を編んだところ、最後は扇形の半分、ここには鎖3つ、3つ目に長編み鎖長編み、1、2、3、長編み鎖、これで2段目が終わりました。次は3段目と、3段目は長編み、長編みの代わりの鎖3つ、裏返します。で、隣に長編み、これで鎖3つと長編み1つで、また四角の中に扇形、次は四角で、また繰り返して1周します。最後は長編み2つ、ここ鎖の下から4つ目と3つ目、ここに長編み2つと編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。
まだ途中なんですが、ここで一旦袖を説明します。今、鎖の上の扇形は裏になっています。こっちが表、こっちは裏。裏を上にしてで編んでいきます。で、模様が逆さまになったところは下の方、ここが脇の下に当たるところです。ここから始めていきます。この長編み4つの扇形を編んだところ、ここからスタートしていきます。新しい糸、扇形のところ、で鎖を4つ、1、2、3、4、これで鎖4つ、同じところに長編み1つ、これを一周回って最後に長編み4つの扇形にします。次は四角、四角の上に四角、扇の上に扇形、逆さまになっています。で、次また四角の上に四角で、ここまで編んでいきます。長編み4つの扇形を編んだ角まで来ました。袖もこの角に長編み4つの扇形、で、次から最初に編んだこの長方形のここから糸を出して、で模様編みを続けていきます。最初に数を数えた時のように、ここが1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目という感じで数を数えながらで糸を出して編んでいきます。扇形の次は足元2つ飛ばしました。なのでこことここを飛ばして、3つ目はここ、1、2、3、ここに四角、長編み、鎖1つで足元は1つ飛ばします。次はここが1つ目、1つ飛ばして2つ目はここ。最初に数を数えた時を思い出してで編んでいきます。1つ飛ばして2つ目、次は扇形、扇形は2つ飛ばします。こことここで3つ目はここ、1、2、3、
次は四角で、次は2つ飛ばします。1、2、3、ここに四角、1、2、3、足元1つ飛ばして2つ目、ここを飛ばして次はここで四角ができました。次は扇形、ここを飛ばしてここを飛ばして次はここ、最初に鎖4つと長編み1つ、ここにあと長編みを2つプラスします。最初に編んだところ、長編み、鎖、同じところに長編み、これで長編み4つで鎖1つで、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜いて、これで扇形ができました。で、次は2周目。2周目は今まで表裏表裏となっていたので、袖も表裏表裏と編んでいきます。で、内側から編んでいくことになります。で、今までと同じように扇の上には四角で、まず鎖4つ、1、2、3、4、裏返します。で、扇のこの長編み、これで扇の上に四角ができました。次は四角に扇、でこれは今までと同じです。次は四角で、これで一周します。ここまで袖の2周目を編んできました。今扇形を作ったところ、次は最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜きます。これで模様がつながりました。次は3周目。3周目はこの四角から始めます。なのでこの糸を四角の中に入れて、で糸を移動させます。このまま四角の中、糸を出してきて引き抜いて、これで四角から糸が出ました。で、次は裏返して外側から編んでいきます。で、四角から糸が出た状態、鎖4つ、1、2、3、4で、同じ四角に長編み1つ、これで四角から鎖4つと長編み1つ、
これは扇形の半分。次は四角。で次は扇形で四角と繰り返して、最後にこの四角に長編み2つ、ここまで編んでいきます。袖の3周目の終わりまで来ました。今四角を編んだところ、最初の四角に長編み、鎖、長編み、扇形を完成させます。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、引き抜いて、これで扇形ができました。次は内側から編んでいきます。で、扇形の上には四角、ここに四角なので鎖を4つ、1、2、3、4、裏返して内側から編んでいきます。四角、次は四角に扇形で、また交互に編んで、扇形を編んで、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これを繰り返していきます。で、腕を通してみてバランスを見ながら好きな長さにします。袖を腕の長さに合わせて編んできました。少しだけ伸ばして測って約45センチ。これは最初に編んだ長方形のこの幅にもよるので、必ず腕を通してみて好みの長さにします。この編み方の緩さにもよって伸び方が違うので、腕を通してみて長さを決めます。で、私はこのピンク2本で編んできたんですが、途中で気が向いたので、ピンク1色と白とこの2本を合わせて編んでいます。これで4周。ここは白だけで2周編んでいます。これはしてもしなくても楽しい方で編んでみてください。このまま同じ色で編んでも大丈夫です。で、2色でも大丈夫です。いろんな色を入れても大丈夫です。最後、私はこの白2色で2周で編んだ後、最後に細編みを編んでいます。全部一つに一つずつ、減らしたり増やしたりしないで編んでいきます。で、今この状態では表と裏がないんですが、どっちかに決めます。こっちを表にしたいときには、今まで内側から編んだものを裏返して使います。で、こっちの方が綺麗で表にしたい場合には、そのまま編んでいくことになります。多分どちらもあまり変わりがないので、どっちでも大丈夫です。まず糸が出ているところから鎖1つ、根元に細編み、根元はこの鎖3つのところ、これが1つ目で、次はこの長編みの上、次はこのスリット、
次はこの長編みスリット、この細編みはできれば少しだけきつく編んでいきます。次もここ、ここ、ここ。で、次またここ、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 ここと編んで一周します。一周編んできました。最後の四角にも細編み。こことここ。で、ここには最初に細編みを編んでいるので、ここには編まずにとじ針で始末します。少し長めに糸を切ります。で、最後の細編みから糸を抜きます。で、これが一つ目の細編み。ここに手前から向こうに針を入れます。これが最後の細編み。上から針を入れます。下のこの細編みの部分も通って裏に出します。で、これはギュッと引き絞って、あとは裏でしっかりと留めます。これで袖が出来上がりました。反対側も同じように編んでいきます。で、袖が出来上がったら身ごろに戻ります。さっきまでしたようにぐるぐると続けて編んでいきます。で、好みの長さまで。私はここから測って着た時の状態に近づけて少し伸ばして測って約56センチ。これはこの編み地の緩さとかによって変わるので、着てみて好みの長さにします。ここと袖と全く同じにしなくて大丈夫です。で、裾も同じように色に変化をつけました。今回裾の長さが前と後ろで違っているので、グラデーションにするととても可愛くなると思います。で、裾でしたのと同じように最後に細編みを編んでいきます。で、ここでは白一色で編んだんですが、ここではちょっと色が変わっているので、まず袖の細編みと表が揃うようにします。ここが表の場合はこっちを表にしたいので、表を上にして、で、ここから白で編んでいこうと思っています。で、一色で編んでいる場合にはこの糸でずっとぐるっと編んでいきます。
私はここで色が変わっているので、ここから白で編んでいこうと思っています。これは長編み1つの代わりの鎖3つ。ここに細編み2つ。次も2つ。ここも2つ。2つ、2つと編んでいきます。まずここから。私はこことここに入れていこうかと思っています。で、新しい糸。鎖1つ。根元に細編み。糸端は編みくるんでも大丈夫です。次はここ。次はこことここに細編みをします。目立たなそうなところであればどんな感じでも大丈夫です。で、次はこことここ。こういう糸端があったら、編みくるんでも大丈夫そうだったら編みくるんで、これはピンクもあるので、こっちに編みくるむとちょっと目立つと思うので、これは後でとじ針で隠します。で、次は白いところ。ここにも2つ。こことここ。こことここ。で、ここ。これで、こことここに細編み。端まで来ました。角には細編み2つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。次から1つずつ。こことこことこことここ。袖の時と同じです。で、糸端は編みくるんでも大丈夫です。次、ここ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 と編んでいきます。で、これで反対側の角まで編んでいきます。裾の角まで来ました。長編みの上にも細編み1つ。一番端は鎖。下から3つ目に細編み2つ。1、2、次からまたここに1つ、ここに1つ、ここに1つ、ここに1つ編んでいきます。まずここ。これでここぐらいまで編んでいきます。色の境目の手前まで来ました。ここで糸を変えます。同じ色で編んでいるときには色を変えなくても大丈夫です。ここに白の最後の細編み。次に引き抜くときに
ピンクで引き抜きます。これで糸が変わりました。でまた同じようにここ、ここ、ここ、ここと編んでいきます。で同じ糸の色の糸は編みくるんでも大丈夫です。でこれを首に当たる部分、ここで少し数を減らしてなだらかな形にしたいので、ここまで編んでいきます。首元に当たるところまで細編みをしてきました。ここが角になっています。ここではこことこの細編みとこの細編みを一つにします。まずここに細編みの途中、糸を出しました。次はこのマーカーをつけた長編み4つの真ん中のスリット、ここに針を入れて細編みの途中、これを一度に引き抜きます。これで少し数が減って狭くなりました。次からは一つずつこの長編みの上、次はスリット、次は角なのでこの真ん中のスリットとここ細編みの途中、次はここ、これで数が減って少し狭くなりました。このマーカーはもう必要ないので外しておいて、次からまた細編み、まずここ、このまままっすぐ編んでいって、ここまでスタートしたところまで戻っていきます。一周編んでスタートしたところまで戻ってきました。ここに最後の細編み、ここが最初の細編み、最後の細編みから糸を抜きます。最初の細編みに手前から向こうに針を入れて、これを引き締めて最後の細編みに上から針を入れます。であとは袖の時と同じです。裏で隠します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。
グラデーションが効果的でとても可愛く出来上がりました。置いた状態だとこんな感じで、ただ着るときにはここが下に垂れるのでこんな感じになってとても可愛い裾になります。使った糸は約 320g。 全体的にボリュームがあるんですが軽くて着やすく出来上がりました。でサイズを測りました。上から下まで76、横幅68、この部分は58、袖は2つに折った状態で20センチで、こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。